感やな。ルームメイト。ルームメイトとして、まあいつも話してるけど今日もまあ話してみましょうか。そうですね、お願いします。一番初めて会ったのあれやんな、新幹線やんな。新幹線よ。ね、声かけたやんな。可愛いとか言って。しかもね、そういうのなんかどうやって話せればいいか分からなくて、めっちゃ人見知りやったもん。さ、最初にさ、名前の名簿みたいなのもらってたやん。だからそれでヒルマンになってあって、あ、この子絶対ハーフか海外の子やと思って、で入ってきた瞬間、あ、ヒルマンになちゃんって言ったよね。言った。で、そう。なんで知ってんのと思って。ニナはでもまゆかめっちゃその時に「ヒルマンニナちゃんでしょ」って言った時にすごく陽キャの声なんかと思ったんだけど、意外と行くほどなんかだんだん人見知りになっていく感じを感じて、意外となんだろう、人見知りなタイプなんだなと思った。最初に話しかけてきたからめっちゃなんだろう、そういうミーヒタイプなのかなと思ったけど、人見知りっていうか、でも別に声はかけれるタイプの人見知りやね。それわかる。声はかけれるんだけど、そこからつねるのが難しいタイプなんでしょ。ニナは逆になんかすごい明るい、私もな、明るいイメージやった。めっちゃ。マジ？最初でもほんまに最初会った時は絶対この子人見知りやと思ったけど、チネジョったらさ、すごいやん。超うるさいよ。ってやってるやん、いつも。だからドアの入り方からも違う。ほんまに。いやね、そういう印象ですわ今は。なんだろう、共通点ほんまにね、ベッドから出てこないよね。ベッドから出てこない。それやわ。ベッドがいい。それやわマジで。なんていうの、インドア派。多分20で一番インドア派じゃない？ガチで。あと一人が好き。だからルームメイトの時にめっちゃお互い一人の空間あるからいいよね。もうだって喋らへんもんね。そう、変に喋んなくていいの。で、喋る時は喋るとね、面白いけど。そんな感じよな。そこやんな、共通点。楽。意外とめっちゃ2人で出かけてるくらい。それな、結構日本結構ずっとインドアやけど出かける時は一緒に2人でな、タルと食べに行ったもんな。そう、あの時の写真バブルに載っけた。みんなインスタに載っけた。タルト屋さんと焼肉も行ったやん。焼肉も行った。意外と食べに行くよね、2人で。食べに行くし、なんかあと古着屋さんとか行ったり、買い物もよく行くし、全部をやるよ。出るってなったら全部一緒にやる。しかも1回に全部一緒にやる。そうやね。買い物、ご飯食べてから買い物行って、そして最後薬局やって終わり。多分うちらほど音楽を聴く人あんまいいよな。マジ、うちは24時間聴いてるくない？わかる。宿舎に行ってもエアポッツ片方つけて。そう、絶対つけてないとなんか不安。わかる、もう一部になっちゃってる。わかる。体のイヤホンね。みんなもヘッドフォンに変えようと思ったんだけどね、なんかヘッドフォンいいよ。ヘッドフォンいい。でも音漏れが気になっちゃう。でも音漏れめっちゃする。バンバン聞きたいタイプやからさ。わかる。ベース低くバンバン聞いて。そう。もうじゃないとさ、なんかみんなに私の聴いてる音楽聞かれたらちょっと恥ずかしくない？確かに。ちょっとなんかこんなん聞いてる。めっちゃ嫌だ。だからさ、一回なんかバスでさ、たまにお互いの音漏れ聞いた時に、自分音漏れしなくて。なんか別にそっちの方、そのメンバーはよかったらいいんだけど、自分はそういうこだわりがあるから。自分もめっちゃ持ってる。でもニナも写真見返ると、全部セルカとか全部見ると全部イヤホン入ってんね。使えない写真多いね。あとさ、メンバーってさ、だいたい1個やん、イヤホンの持ってるあれが。めっちゃ多いよな。いや、今6個ある。めっちゃある。前のやつとなんかその飛行機乗るようなやつとかでめっちゃ分けて。ニナは家5個ぐらい外出用と2つともチュンジョンし忘れた時のワイヤー有線のやつと、あとヘッドフォン、昔のヘッドフォンと、あとシャワー用の濡れてもいいやつか。濡れてもいいやつも。いや、すごいよな、やっぱ。まあでもね、最近好きな音楽ある？なんかニナが小学生中学生の時に流行ったアメリカの音楽をよく聞く。でいいよな。とか意外とラップを聞く。自分でパリピってる。パリピってる。よくシャワーの中とか、多分リマに来たらリマわかるけど、よく昔の曲を流して部屋に戻ってくるとリマが「やばい、超懐かしいあの曲」って一緒に歌いだして。確かに。どう？あなたはどう？最近音楽も聴くんやけど、最近はピアノ、人が弾いてるピアノをずっと聴いてる。あとまあ録音しなあかん曲とかを、だからめっちゃ20の曲めっちゃ聴く。
確かに一番聴いてる気がする、めっちゃ曲を聴いてる。どういうとこで音楽聴く？全部聴くけど一番好きな場所は車の帰り道。わかるなんか一日の守りが出るっていう感じで、なんかなんだろう、でもニーナねリラックスするために聴くわけじゃないの。わかる。ちょっと妄想するために聴く。妄想妄想っていうか、歌詞に浸る。そういう感じ。リラックスとか、そういう音楽系じゃなくても、めっちゃパリピの感じでも、その気分を良くするため、良くするっていうか、なんだろう。わかるよ。歌詞が重要。いや逆に私はもう歌詞じゃなくて曲の雰囲気が好きやから、もうじゃあどっち聞くタイプ？最初聞いた時にメロディーか歌詞？メロディー。絶対メロディー。でもね、人によるかも。そのアーティストさんの。まあ確かにそれはそうよ。なんかよく聞いてみれば歌詞がすごいなと思ったらその歌詞を聞きたいから聞くけど、でもニナ歌詞かもやっぱり。いやでもニナも歌詞やと思う。でリマも歌詞やと思う。あの子。でもね、お互いが可愛く見える瞬間可愛く見える瞬間あるよ。ニナ。ほんまに？ガチで？そう3人でいてニナがどっか行っててみたいな、帰ってきた時に「やー」って言って帰ってくるのが可愛い。めっちゃ可愛い。あれなんかほんまにワンちゃんみたい。何やね、散歩から帰ってきたワンちゃん「ただいま」みたいな。ほんまにそう。マジでほんまに？あの時いつも「おかえり」ってなる。ニナはマリ君が若干なんか変な雰囲気の時に、なんか急になんかみんな静かなりなんか「ん?」ってなってもらう時に気まずいやつ。なんやと思うけど、みんなでなんやみたいな、そんなことすんなよみたいなやつで突っ込むけど、みんな心の中ではなんや可愛いなみたいな。ちょっと出れてんねんみんな。住んでるか。だからそうリマとこの前言っとった。それでそうほんまにずっと見とって可愛いな。언니 맞은 건가? 과연. いや面白い本当に。あとね1枚だけ写真残ってるんやけど、たまにここに来るやん。この辺に来てこうするやん。あの瞬間をこうやって写真で撮ったやつがあれ赤髪の時ね。そうあれめっちゃ可愛い。あれ結構大好き。ありがとうございます。まやかすごくイジュへのケアがうまいと思うね。なんかイジュと話してる時とか、なんかイジュがすごくまゆかと話したりとか、なんかそのバブルで話したりとか、対面して話したりとかしてる時にすごく嬉しい姿をすごく感じるの。まゆかがイジュと話しただから、なんかニナもまゆかと同じようにちゃんとイジュのケアしてあげたいなと思うから、すごくまゆかのなんだろう、イジュだけじゃないけど一回りになんかその優しさがすごくニナはいいと思う。誰に対してもさ。いやありがとう。かっこいいよ。どうも。でもニナなんていうの、そうやって言ってくれるけど、ニナもそう思うで私は。ほんまに。だってそれはさ、イジュも絶対ニナと喋れて幸せやと思うしさ。こういうこと励ましがうまいのよ。違うって本当に人心。やけど私が一番欲しいニナの長所はなんやろ、感情に浸るのがうまい。想像力もすごいし。なんかそれを想像力を使って曲に入り込むのがすごい上手いなって思って。逆に私は想像力があんまりないタイプやからさ、やろ喋ってて分かるやろ、何もほんまにできへんねんなって思うやろ。そうじゃあそのことについて悩みや話そうだから、ニナのこの頭の中一回なってみたいなってすごい思う。でもすごいもん。確かにそんなとこまでこう考えるんやっていう。でもそこまで考えててたまに恥ずかしくなる時。いやでもいいとこやと思うそれは。ありがとうございます。お互いが一番輝いてた舞台。一番記憶に。まあでもいつも輝いてるしな。ニナはなんか舞台じゃなくてこの曲のワンセクションがあるんだけど、そのチョップスティックの「The Champagne Pop」の時あるじゃん。もともとなんかこれなかったけど追加した方が絶対かっこいいなって悩んでて、でニナがその次歌うから、もしかしたら隠れちゃうかもしれないけど大丈夫ですを出してきた時、超可愛いじゃんこの子と思って、全然別にいいよそれはさすがにっていうか、そこまでオンニーのパートだから全然やってよ逆に、その方が絶対かっこいいって思って言って。それでなんかじゃあやるねってなってやった後に超その音楽番組でさちゃんとそこちゃばってくれるじゃん。だから超めっちゃかっこよくてちゃんとやっといてよかったなと思って、本当にチョップスティックであそこが結構キルリングポイントだと思った。ありがとう。あったな、なんか言ってた気がするそれ。大丈夫やと思って超かっこよかった。ありがとう。
私は意外とニナの普段あんませえへんけどさ、ここの2つハーフツイン、ハーフツイン、あれが好き、あれが好きやから、ガルアワの時もやってたやん、ね、あれめっちゃ好きやし、あとロングが好き。チョップスティックのなんかさ、こっちかけてさ、こっちこう、白い衣装、あれめっちゃ好きやねんニナの。そうありがとう。なんか意外とウェーブが好き。うちらチョップスティック良かったんじゃん。そうかわいいね。それ結構チョップスティック愛が強い。なんかたまに部屋で喋るやん、あの時になんかお互いさごめんって思ったらちゃんと謝るやんか、なんかそれがすごいなんかなんていうの、自分的にすごいいいなって。ニナなんかごめんありがとうおはようとかの普通のなんか挨拶だけど、ちゃんとそこはなんかなんだろう、一緒に言えるのが、言い合えるのがいいなと思った。いやー本当にそう、意外と大切じゃん、そういうの言うのって。だからそうよね、いいよね。だからほんまになんかマジでニナはほんまに妹ができたみたいな気分。嬉しい。なんかミーヒとニナしかおらんやん、年下が。だからもう2人の妹って感じ。嬉しいね。ありがとう。ね、今日はね、でもうちら今日あんまり笑わなくてすごかったもん。1回だけ超つぼったけど、でもそれが普通の会話では10回ぐらいあるわけじゃん。だから今日すごく笑わないように頑張ったと思うし、YouTube も多分理解しやすかったのかなと思うから、多分うちらのいつもの会話聞いてたって誰も聞き取れてない。絶対聞き取れてへん。だってさ、この前もさ、なんか2人でミュージカルみたいなの始まったやんか。あの時なんかリオと彩香の目線超冷たかった。多分みんなには分かんないそのうちらのねバイブがあるから、まあ今日はちゃんと WeChat が分かるように喋れたんじゃないかなと思うから、ほんまになんか喋れてよかった。そうですね。じゃあ、帰ってください。わかりました。帰ります。じゃあまた日本でよろしく。バイバイ。バイバイ。